と観光スポットが10時から開くので10時にチェックアウトしようとしたんですけど、スタッフがいなくてチェックアウトできなくて、1人のスタッフ、ゴミ集めちゃうスタッフに聞いたら、私は分からない、右だ右だって言われて、で別のスタッフに聞いたら、5分待ってって言われて、で今待ってるんですけど、やっぱりなんか思い通りにいかないというか海外はなんか自己中というか、全然お客さんを思いじゃないっていうか、日本ができすぎてるか分かんないですけど、なんか忍耐強くなってますね。今自分はもっと我慢しないといけないなって思います。10時半ゲストハウスに今出ました。でちょっと10分ですよ、5分待ってって言われて10分待って、スタッフいたんですけど、なんか君は何を言ってんのって言われて、いやチェックアウト OK、 キャッシュバックはもらえないんですかって聞いたら、いやいやないよみたいな、ドミトリーだからないよって言われて、個室しかないよって、みたいな、昨日のスタッフキャッシュバックあるよって言われたから預けたんですけどって言ったら、それは私は知らないって言われて、で昨日のスタッフいたから捕まえて、キャッシュバックはって聞いたら、いやないよって言われて、めちゃくちゃですはい、もうなんかずっとめちゃくちゃなことが続いてるマレーシアですね。ご飯も美味しいし、環境もいいんですけど、ちょっとなんか納得いかないこともあって、みんなやっぱ自己中というか、なんかはい、今日も楽しんでいきましょう。あしゃい。いやー暑いですね。北海道と比べると暑いです。着きました。マスジッドジャメです。こちらはですね、マレーシアの国旗を初めて建てた場所がこちらになるそうです。大事な場所ですね。入ってみます。マスジッドジャメですね。おしゃれですね。ここで国旗を初めて建てたそうです。なんかアンケート答えさせられましたね。限界でした。I give you wash. 名前が覚えきれないんですけど、今からムルデカ広場っていうところと、時計状の梁が有名な建物に行きます。で僕そっちの方がここの主要なモスクだと思ったんですけど、さっき言ったところなんかよくわからんけど、旗が建てられた、マレーシアで初めてで旗が建てられたっていう説明しかなく知らなかったから、事前にそういう場所だと思ったら、あそこが主要なモスクらしくて、このマレーシアのクアラルンプールの。で説明聞いたら、スタッフがなぜかいて、なんでいるんだろうと思ってこう聞いたら、君はイスラム教になるべきだよって言われて、アッラーはこの世に一人しかいないし、誰も作らないし、誰も生まないし、で宗教たくさんあるけどイスラム教が全てで最強で、何がいいかっていうと、そのお守りを持たなくていい、アッラーをさえ信じればお守りなんていらないんだって言われて、どこでもお祈りもできるし、そういうこと言われて、なんかびっくりしたのが、自分が思った以上にこう英語が話せて英語が聞けるんだなってことがすごい刺激的でしたね。だからなんか日本の教育すごいなと思いましたね。僕自身その英語のなんかネイティブのなんかテレビとかラジオとかスピーチ、野球とかサッカーとか見るんですけど、ヒーロースピーチとか見てても聞いててもよくわかんないなと思ったんですけど、実際こう海外に来てこう英語を、そのゲストハウスに泊まってる外人の人とかと喋ったりとかしてたら、意外と英語喋れるし意外と聞けるなってことが発見できて、自分英語できないと思ったんですけどできますね。これなんか日本の教育はすごいです。多分日本人みんな英語できます。これだけは伝えたい。日本最高、英語できますよみんな。おしょい。こちらドーム型の時計ですね。すごい珍しい丸い型の時計で綺麗ですね。玉ねぎみたいな形で綺麗です。珍しいですよね、丸い型の時計台。最高です。
先ほどもう一回モスクに戻って、さっき歴史あるモスクって知ったので、モスクだったことに気づいたので戻ってお祈りをさせてもらいました。はい、なので綺麗ですね。村デカ広場になんかすぐそこですけど、それですけど、それが終わって青いモスクが近くにあるみたいなので、ちょっと歩いて行ってみようかなと思います。まあ1、2キロあるんですけど、まあ、青色モスク見て、はい、でもう一個ヒンドゥー教の聖地と言われてるところがあるんですけど、それを見て今回旅が終わろうかなと思います。この村デカ広場から見る時計台も綺麗ですね。すごく最高です。ハイビスカスが綺麗ですね。この建物のついてる。ブルーモスクに向かってます。わっしゃい。信号がなくて不便ですね。なんか渡るのが信号がなくて、車の合間合間乗って渡ってます。マレーシアは。さあ、青色モスクに来ました。目の前が星型の、ベンチがあって、丸い円盤状の星型の噴水がありますね。でちょっと青色ですね、先っちょが。で青色モスクですね。見て分かるようになんか立ってる塔も青だし、その隣にある、こちらの建物も青です。木で隠れてますけど素敵ですね。ちょっと、中入ってこようかなと思います。青色モスクに来ました。衣装は借りました。綺麗ですね、青色モスク。近い映ってないですけど、はい、綺麗です。ブルーモスクっていうか、ブルーギザギザモスクですね。あ、つばが黄色で僕と似てます。行ってきました。もちろん参拝させてもらったんですけど、礼拝を。はい、ここのブルーモスクが9時半から12時半まで、9時から12時半までしか入れなくてラッキーでしたね。今時間が12時50分で、僕は礼拝してたのが遅くなったんですけど、あと10分遅れてたら僕入れなかったですね。12時20分に入ったのでめちゃくちゃラッキーだったなと思います。でちょっと時間遅れれば3時間ぐらい待ってたんで、やっぱり何事も早め早めに進めることがやっぱすごい大事だなと思いました。はい、待つのもすごい待たされてる感じするんですけど、マレーシアでもっと早め早めが大事だなと思います。もうトイレもお金取るみたいで20リンギ取られます。60円取られるのでやめました。悲しいですね。トイレとお金かかるもんなんですね。恵まれてます、日本は無料なんで。三車線信号にちょっと信号がなくて渡れなくて10分です今。無理だこの車の多さ。わかる？引かれるでしょこれ。ガンガン来るし、いや無理だってこれ。どうやって渡ればいいんだよ。さっき渡ったんですけど、渡ってる人がいたから一緒に渡れたんです。
一人だときついな。渡ろう。でも一旦渡れました。で車ガンガン来てる中手挙げて、ただまた反対がね、またこっちも車来て無理ですこれ。えぐー、マジで渡れない。渡ろう。これ皆さん無理でしょこれ。永遠にずっとですよこれ。本当に死ぬ覚悟がないと無理ですこれ。日本で鍛えてなさすぎて、このずっと車が来て、この間を縫って渡んないといけない。これが大変。慣れました。ブルーモスクはねすごいおすすめなんですけど、その行く途中にあるこの信号機のないこの交差点がすごく大変なので、そこだけ注意してください。僕は30まず車の音と一緒で聞こえないですけど、コーランの音が鳴り響いてますね。青色モスクから。今さちょっと入れ違いでイスラム教の人たちが入っていってたんで、多分今からお祈りを多分する時間だと、思います。このお祈りが始まるよ。待ってますね。コーランともにブルーモスクが綺麗ですね。たまたま通りがかって見つけたお店なんですけど、レストランクレーワイ、何の店かわかんないですけど、米があるのかな。ちょっと昼飯食べようかなと思います。もう1時過ぎたので、ちょっとまた時間経つのかもしれないですけど、まあ待ってのんびり過ごそうかなと思います。わっしょい。こっち側も絶景スポットでしたね。時計台ですね。そこから反対側の壁は落書きされててとても綺麗です。ちょっと言葉では言えられないんですけれど、あそこの裏側の路地は結構路上生活者とかも結構たくさんいて怖かったですね。上半身裸のおじさんとかもたくさんいて、寝てたりベッド引いてたりとかして、多分生活してるのかな。初めてあそこ通ったんですけど、ちょっと怖かったですね。いっぱい人がいるんですよ。あそこベンチとか座ってたくさん現地の人がいて結構怖いですね。マレーシアの銀座みたいなとこ来ましたね。すごいおしゃれでルイ・ヴィトンがあったりとかしてびっくりしました。本当に新宿とか歌舞伎町って言ってもおかしくないぐらいビルが高くて、香港マカオと変わらないですね。やっぱ都市ってすごいですね。全然田舎の村みたいなとこも行ったんですけど、マレーシアにやっぱ都会はすごいですね。ちょっと散策します。そしてそこにある、見えますか、ユニクロすごいですね。香港にもあったし、僕も頑張りたいですね。セブンもありますね。ちょっと散策しようかなと思います。いや本当すごいですね。この街並みが、交通渋滞がすごくてクラクションがすごいですね。車の、全然進まないんで、事故中なんでめっちゃ鳴らしてます皆さん。はい、全然進まないんで車、それぐらい都会ですね。びっくりわっしょい。
バス乗ろうとしたら無視されましたね。自分が乗るバスですかって言っても無視されて、僕引き殺されそうになりました。めちゃくちゃですよマレーシア。